皆さんこんにちは。白井こと白井祐介です。ちょっと僕を見ればわかると思うんですけども、ちょっとテンパっております。これからとある方からですね、生電話がかかってくるということになっておりまして、いや、今見てる方は生電話ではないんですけども、その向こう側からしたら生電話なわけで、つまり僕は生電話にこれから出るということなんですけども、そうなんですよ。だから、いやー、普段はかける側だったから僕は今まで、かけられる側は初めてだから、その電話の様子を今回はね、お届けして、ちょっとやっていきたいと思います。お、来るぞ。やばい、来るぞ。あ、もし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 。もしもし、お風呂。あ、お風呂じゃないです。そんな響いてます？お風呂じゃないです。結構響いてるよ。あ、本当です？お風呂。お風呂じゃないです。お部屋の中です。あ、部屋の中。部屋の中です。裸？裸じゃないです。裸じゃなんか緑をまとってます。あ、そうなの？はい。なんで？びっくりした。なんでまとうの？まとう、落ち着くからです。そんなキャタピラーみたいなやつだって。キャタピラーじゃないです。キャタピラーじゃないです。ちゃんと足、ちゃんと二足歩行です。糸も履かない。糸も履かない。それ、みたいなものは取り出すでしょ。それキャタピー。うん。いえ、待ってました。ずっと抜きながら待ってました、私。ひげをね。肩の力を抜きながらね。肩の力とひげを、肩の力とひげを抜きながら待ってました。ひげそんなないでしょ。いや、やっぱ年を取るにつれてどんどんなんか早くなってきましたね。待って、年取るって今いくつ？いや、34ですよ。あ、こうちゃんっていくつだっけ？まだ30いってないんじゃないですか？でも俺そんぐらいの感じだと思ってないよ。あ、いや全然もうおじさんですよ。ちょっとだけ下で梅ちゃんがいて、あの辺7つ下なんですよ、僕からすると。そうだろうね。そうなんです。いや、見てましたよ、リングフィット。お疲れ様です。中年がいきなり体を動かすとああなるんだよ。杉田さんの「はぁっていう声だけ。なんか一人喋りの極意みたいな。あ、いや、そうなんですよ。今日はね、本当に楽しいと思うことを話すのと、いや、なるほど。まずいと嫌いを言わないっていう。まずいと嫌い。ほう。だから俺これ食ってまずかったなとかさ、ランキング1位のお店ってあるじゃん。はい。メディアで紹介されるランキング1位のラーメン屋があるとするじゃない。趣味合わない場合あるじゃない。まあ、ぶっちゃけありますよね。世間的にはうまいって言われてるから、でもそう考えると、じゃあ僕の中での1位はこれですとか、そういう言い方をする。なるほど。あれですかね、よくいいとも悪いともその話題にしない。たとえマイノリティな趣味のものでも好きな人絶対いるのよ。いや、もちろんそうですね。否定的な言葉は使わない。いや、確かにそれってね、共感は確かに早いんだけど、速度は。でもそれによって結びついたものっていうのはあんまりいいもんじゃないから、結局それが理由付けにされてたのよ。杉田智和が嫌ってるから、私はこれをぶっ壊してもいいんだよなっていうやつ。ただのデストロイヤーの理論だよ、それはっていうね。なるほど。はい。確かにそうですね。はい。ありがとうございます。まずいを言わない。嫌いとまずい言わない。もう一緒言わない。嫌いまずい。一緒言わない。あってもいいんだろうけど、でもそれに発言したことによって、のものってあんまりいいもんじゃないから。そうですね。それかなんかこのシリコンが気持ちよかったとか。ポジティブなね、方がいいですよ、もちろん。このローションが良かったとか、そういう話の方がいいよ。何のレビューしてるんですか、それ。しゃべりって、あとはもう心の持ちようっていうか、スタンスの問題だよ。あくまで物を紹介するときって、その物が前に出てんのね。その後ろに俺がいるんだけど。だからゲーム実況にしてみても、俺がいて紹介しているゲームじゃなくて、ゲームを尊敬しているやつがあくまで後ろにいるってことなの。確かに。だから東京エンカウントの
1話の時にすごく揉めたのが、ワイプで僕らの画面をゲームよりでかくしないでくれって言った。それは確かにそうですね。ゲームをリスペクトする番組だって聞いて受けてるから。はい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 。ATX さん側が声優バラエティとして好評だから売っていきたいみたいなのを言ってるから、ちょっとそれ違くないですかって。はい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 。僕ゲーム番組ってんで受けたんですよって。だからゲームへのリスペクトを忘れないでくれ。それはそうですね。ゲーム実況者の子に質問で受けたのよ。はいはいはい。どんなゲームを実況したら高評価を得られますかみたいなこと言われたのよ。ほう。いや、君の好きなゲームを遊んでって。はい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 。評判いい悪いとかじゃなくてさ、君の心から好きなものの方がメッセージ本物になるから。まあそうですよね。説得力もありますしね。やっぱ伝わりますよね、そういうのって。そうそうそう。一人喋りってね、喋ってる画面の向こう側に誰かいるから、しれと同じで、画面ってほら、ゲーム時でブラックアウトしてる読み込みの画面とかあるじゃん。はい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 。例えばその時にすっごい険しい顔してたらさ、その表情って相手伝わるんだよな。そうですよね。私ラブプラス遊んでる時にタッチペン口に加えて遊んで、ブラックアウトした画面にタッチペン加えた中年のおじさんが映ってたけど、それはきつかったぞ。それと同じですごいなんかこうイライラしながらマルチプレイやってたってきっとダメだよ。そういう表情っていうのがプレイングに伝わるから、それを意識してるから。そっか、プレイングにも伝わるわけですね。そうそうそう、見ちゃうよやっぱり。なるほど。こんな感じでどうかな。いや、ありがとうございます。あとなんか一つ、ちょっとこれだけ聞きたかったんですけど、聞きたいこと？杉田さん、ガンダムアイスって覚えてます？ガンダムアイス？ガンダムアイス。カードダスみたいなのやつ？違う？カードが入ってたアイスが昔あったんですけど、誰も僕の周りで覚えてる人がいなくて、ビックリマンのアイスみたいな感じでガンダムがあったはずだよ。ちょうど0080ポケットの中の戦争のあたりだったと思うんですよ、時代的には。じゃあなんとなく記憶にあるからアイスはあったと思うけどな。いや、そうですよね。僕、それがすごい好きで、ただ誰も理解してくれないから、杉田さんならこれは分かる。世代の問題だと思う。あの時代そういうものを出してたはずだから。そうですよね。ちょっとそれだけ聞きたかったです。話そうそうね。ぜひぜひぜひ。はい。今日はありがとうね。いや、ありがとうございました。もうこんなお忙しい中。はい。またぜひよろしくお願いします。はい。ありがとうございます。はい、ということで、お電話の相手は杉田智和さんでございました。もうね、声優界の大先輩でございますけれども、かけていいみたいな、打診というかお話があって、なんか、まあ今回はね、その一人喋りの極意というか、どういうふうに杉田さんは一人で喋ってるのかなっていうのを、気になっていて、お一人でね、杉田さんは、チャンネルの方もやられていて、一人でもいつもね、すごいいろんなお話を、思い出話を交えながらね、語ってくださってるところがなんか、これはね、僕にはないところだなっていうのがあって、気づいたんだ俺は。俺は一人喋りが苦手だということに改めて気づいてしまったわけですよ。自分で動画とかも見返したりとかしていて、なんかゲストさんが来てくださったりとかっていう時にすごく安心する自分がいるっていうのがあって、なんかやっぱ掛け合いというか、すごくなんかやりやすさというか、しっくりきてたっていうのはあるんですけど、ただでもやっぱり一人でもちろんね、やる動画の方がやっぱ多いですから、そういうところでどういう風にしていければいいのかなとかっていうので、今回ね、杉田さんにお話を聞いて、参考にさせていただければなと思いまして、といった感じでございました。今回はね、ちょっとお電話で相談コーナー、コーナーというかね、相談会でございました。またね、杉田さんとできたらいいなとも思っておりますし、今後ね、スライムチャンネルが、もっと大きく、もっと発展していくように頑張っていきたいと思います。やるぞ！頑張るぞ！はい。はい。続きが気になるよという方は、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。そしてチャンネル登録していただいた方は、通知もね、つけていただけると便利ですので、合わせてよろしくお願いします。ということで、また、
バイバイ。